大人になってましたねはい、やっぱ1年経った後だったので、もうすごい顔も大人になったし、そうかしら、背もだいぶ伸びたしがたいもすごく良くなったし、ちょっと待って大人になってましたね。成長期だったっけ？成長期でしたね僕成長期だった。成長期でした。まあね、こうメンタル面とかね、気持ちは成長したけど、そんなにね身長とかはあんま変わってないと思うんだけどね。メンタルが成長しているとこうやって大きく見えるんですね。不思議ですね。いいようにまとめてそうですね、それで言うともっと大人になってましたね。大きくなった？そうだね、こう背中が広くなりましたね。でも大体一緒にいたからね。そうですね、いろいろ取材とかが他にもあったんで、割となんかもうやる前提でいろいろ話してたんで、まあやっとだねっていう感じですかねそうだね。特にだから連絡とかはしてないですね。まあ毎回120% を出せるように努力しているつもりではあります。だからまあシーズン1よりもパワーアップした姿は見せたいねっていうね、気持ちはもちろんありましたね。そうだね、まあ、この作品問わず俳優として毎回より良いものを見せられるべく頑張ってるっていう感じですかね。そうですね、一番好きなシーン流しそうめん流しそうめんなんだいやなんか結構1話が一番こう楽しいというか、幸せ的な空間としてはハッピー感が強いし、そこからこうどんどんね、いろんな問題に直面しつつも2人で乗り越えていく流しそうめんですね。流しそうめんですねやっぱなんかそのさっきねすごい頑張ってるって言ってましたけど、シーズン2ちょっと気が抜けてるのか味噌汁とかを T シャツにこぼしたりして言うな大変でしたね。言うな、はい、味噌汁はこぼしました。僕はお味噌汁はここにこぼしましたけど、それは僕も忘れられないシーンですね。何分押したかごめんね。大変でした。ごめんね、待ってるだけじゃんいやーもうなんかより強固になっていった感じはしますね。新しい発見というか、シーズン1で似てるなって思ってた部分がもう一緒じゃんみたいな、すごくパワーアップした感じはありましたね。より僕は重なりを感じたかもしれないですね。新しい部分、シーズン1ではこうあんまりね、自分の感情が出てくることがそんなに多くなかったと思うんだけど、シーズン2でこう悩みを吐露したりとかするところの表現とかがすごく彼と重なっているのかなって思う顔をしたりとかするのはあって、あ、こういうところ見れてよかったって思いました。なんだろうね。まあでも別にずっと一緒にいるからね。そうですね、あんまりなんかこれで仲深まったよねとかあんまないけどね。割とでもシーズン1の最後ぐらいからずっと同じようなテンション感でずっと進んではいますね。今回の共演に特別な意味でも、まあシーズン1がやっぱり僕らのこのお芝居の感じと、そしてたくさんの方に助けられてこうやってシーズン2をできることがまず特別だったと思うし、こうやって2人でまたちょっとね、シーズン1より俳優としての思いだったり悩みみたいなものもあったから、それはこの作品に出る上でもそうだし、ここの2人でお芝居をする上でもすごく特別なものだったのかなって思ってます。ありますか？放送した後になんかそういうこと。でも僕エゴサするの楽しみかも。エゴサか。僕皆さんの例えばダイレクトメッセージとかお手紙とか、結構見るの好きなんで。そうですね、やっぱいろんななんか
ところにイベントとかで行って美味しいものが食べられたらいいなって思ってますね次のね、はい、ファンミーティングとかね、はい、そうだね、僕は、いや、いっぱいあるけど、何気な9話かな。9話喧嘩、ああ、まあまあまあ、そっか。そうですね。あそこはなんか白崎に見せたくないのに見えてしまうような感情が見えたりして、すごいなんか良かったなって、アンバランスな感じが嬉しいです。まあその NG の出し方にもよりますけど、そうだね、なんかどうだろう、あんま NG あんま出さなくない？ NG 僕は出さないかな。だからちゃんと謝るんですか。そうだね、あんま出さないからすいませんもう一回お願いしますって感じかな。僕も分かんないもん分かんないよね。で僕も基本ね、こうもう謝るけど、例えばもうそれこそなんか土下座とかしてなかった？土下座一回した。したよね一回した、マジでダメすぎて、なんかなんだっけ、本当になんかそれこそ味噌汁的な、そっち系のやっちゃったっていうアクシデントだったと思うけど、そういう系の NG はマジ土下座。そうだね。セリフを間違えたとかお芝居がダメだったとかじゃないやつはマジで土下座です恋愛の中のやっぱりあれですね、空気清浄機とかですかね。そうだよね。そうなんだ。いや、なんか細かい説明は、僕空気清浄機のまま進めんだ。やっぱりあれですね、見て自分のなんか外から入ってきた嫌なものとかを全部見ていい気持ちになって、やっぱいい気持ちになるとこのいい気持ちを誰かにこうやって伝染することができるから、急に擬音を、すいませんこれが謝るということですね。いや僕はそうですね、恋愛の中のなんか紅茶とかだと思いますね。先に言えじゃん。やっぱり甘くもできるし、例えばレモンを入れれば酸っぱくなる、苦くもできるけど本来の味は変わんないよね、ここの本質は変わんないよねっていうところかなって思ってます。ちょっとよく分かんなかったですね。すっごい分かりやすかったと思うけどななんか全く敵対視とかしたいね。うわ、いいね。もう警察官犯人、なんで犯人確定なね僕が警察でもいいじゃん、それでも全然いいけど。いやでもなんか本当にそうなんだってさ、普通にさこういう距離で見すぎたよねまあ見すぎてはいるね。見すぎてる。だって今日の撮影だって僕ここなんかなんだっけ、寝顔みたいなさ撮影した時になんかいつも見てるって思ってたもん僕。確かにもう近すぎて何か分かってない、分かってないもんね。いやー、なんかやっぱりあまり普段日常で着ないような服だったりとか、それこそタキシードなんて着たことなかったですし、なんかすごく新鮮でしたね。やっぱりここまでこう表紙だったりとかで特集を組んでいただけるっていうことがまず嬉しいですし、それもこれもやっぱり25時赤坂でという作品が愛されているからこそだなって思って、本当皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。朝とか撮影始まる前とかメイクアップの前とかにいつもなんかコンタクトをつけてこないんですよだからいつも本当に家でつけてるようなシンプルな黒縁の眼鏡をこうやってつけて「あやー」って言ってくるのはやっぱなんかなんだろう、人間らしさというか私生活みたいなのが垣間見えてすごく面白いですね。黒じゃないです、グレーです。まあ一緒ですね。僕もあんま目良くないんで色とか分かんなかった。そうですね。寝るときちょっと口開くところじゃないですか。
僕結構盗撮してるからね、寝てるところ。これは後で話し合いが必要ですね。地雷というか、割ともう最初の方から自ら踏みに行ってたよね。なんかわざと僕の嫌いな食べ物の話とかしてきて、それシーズン2でもあったね。誰だっけ？やったよね。キノコとなんかヨーグルト、納豆とか、あれオミ？いや違う、なんかスタッフさんだった気がするけど。スタッフかな、その嫌いな食べ物の話をわざわざ掘り返してきて、僕が掘り返したわけじゃないって。僕の地雷エリアにズカズカと入ってきて、全部爆破させてった。全部爆発して無傷で帰っていきました。プリンですね。早いって、僕が好きだからだろう。はい。理由は？理由はやっぱり書くな。腕書くな。プリンが好きだからですかね。そのまんまだ。なんかビターチョコレートとかですかね。なんかちょっとシンプルだな。いやなんか僕にわりかしちょっとこうツンってしてることが多いんですけど、本当は甘いから。だったらビターじゃないじゃん。違う違う、でもツンってしてるビターさがあるよっていうね。なるほどね。癖になる感じですね。そうです。汗っかき。いや一から知ってるだろ。なんだろう。いやでもあんまないと思うよ。いやそうだよね。ずっと一緒ですね。そうだね。ずっと一緒。シーズン1からだからお互いに素は見せていたんだと思いますね。まあだからそれこそ舞台キュンっていう言葉ではないですけど、かっこいいな、素敵だなっていうそれはあるね。やっぱそのシーンでしたかね。まあことこうなんかね、胸キュンみたいなので言ったら、それこそ最初のあさみさんただいまって言った1話か、入り口でキスするところは台本読んでる時からなんかキュンキュンしてたし、なんかいいシーンだなって個人的には思ってた。いや僕はもう振り切ってるんで。そうっすか。最近だって料理研究家だもんね、もはやね。そうですね。最近はもう本業料理研究家、副業俳優という形で現場でもやらせてもらってました。本当に現場で自分でそのドラマでこう段階を踏んで刻まれていく料理を自分で作るんで、他のスタッフさんに任せずに自分でやるんで、それはすごいなと思ってましたね。考えは結構日々変わっていくことはありますね。まあでもこの特に25時赤坂でのシーズン2を通して感じたのは、やっぱりその仕事でもプライベートでも何でも自分の本当に好きなことっていうものはどっかに置いときたいなっていうのは感じました。いいこと言う。いいこと言うよ。いつもですけどね。本当に日々僕らは感情を使いながらお仕事をしているので、その中で変わらないものを何か自分の心の中に置いておくっていうのは大事なことかなって思ってます。正直ずっとツッコミ入れてるよね。ツッコミずっと入れ合ってるんじゃない？本当にたまに自分がボケてるつもりなくても突っ込んでくることがあるんで。だってボケてんだもん。本当？天然ボケだよ。思ってるより天然だからね。ちなみに鋭いなって。いや怖っ。はずもうやめようそれ。もういい静かに。新原泰佑 AKA 舞台の貴公子みたいな。ちょっとなんか自分で恥ずかしい。すげえ恥ずかしくなっちゃった。早く言えよ。ちょっと待って。加点。なんだろう。じゃあ駒木根葵汰 AKA おい真似すんな。カメラ写りの魔術師。誰も多分笑ってないと思う。本当だね。全然笑ってない。びっくりともしてないだろうな。そんな感じですかね。はい